はい、今回は、ドラムセットのセッティングのポイントについてお話ししていきたいと思います。でドラムセットは、部活とか、レンタルスタジオなんかで、使い回すことが、多いと思いますけれども、自分の体に合わせたセッティングで、練習したり、演奏していくことが、大事になりますので、その参考にしていただけたらと思います。でドラムセットは、基本的には右手右足リードの楽器ですけれども、左利きの方はそのまま右利き用のセットで、演奏しても構いませんし、これを、全部逆にして、セッティングすることも、可能です。で使い回しとかで毎回セッティングし直すっていうのは大変ですけども、このスネアのストレーナー、これだけは逆になってしまうっていうことを除けば反対にしてセッティングしても問題はないと思います。はい、でセッティングの時に敷くドラムマットに関してはまた別の機会に、紹介したいと思いますので、バスドラムからいきたいと思いますけれども、例えば別の場所にセットを移して組んでいく時とかは、バスドラムの位置を決めて、そこからパーツを、組み込んでいくとやりやすいと思います。で練習場所とかですでにセットしてある場合も、まずはバスドラムを、調節するところから始めると、スムーズにいくと思います。はい、でバスドラムのセッティングに関してはこのスパーの調節になるんですけれども、これはストッパーの役割以外にこのスパーの長さを変えることでこっちのペダルのビーターのこのヘッドに当たる角度を調節していくことができるようになっています。ですので例えばスパーを目いっぱい短くして、もうバスドラがペタッと下につくぐらい、これでペダルを踏んでみると、ちょっとビーターが向こうの方に行く感じ。でこれものによっては結構踏み込まないとビーターがヘッドに当たってくれないということも起きますので、これを、踏みやすい位置にするために、フロントを少し持ち上げていくという感じです。でこれがどの辺りで当たると踏みやすくなるかというのを確認しながら自分の踏みやすい位置に来るように、スパーの長さをこれ左右が均等になるように気をつけながら調節していきます。はい、そして、ドラムスツール、ドラム椅子ですけども、これ割と浅く座るのが、一般的で、深く座ると、ちょっともものところが邪魔になってしまうということで、浅く座るんですけれども、そこはしっくりくるところで、いいと思います。で、椅子の高さはペダルの操作がしやすい高さに調節するということでいいと思います。で高低差の特徴としては、椅子が低いと、キックペダルなんかをしっかりどっしりと踏める
という、印象に対して、高いと、スピードが上げやすくなるといった、傾向の違いはあるんですけれども、基本的にはもうペダルが踏みやすいなと思う高さにして、その状態から、手で演奏するパーツの高さを調節していくと、全体のセッティングとか演奏がしやすくなると思います。であと座る場所としては、ドラムセットは両足を使いますので、バスドラムに対して、少し左を向くことになるわけですけども、これあんまり左向いてしまうと、ちょっと右側が叩きづらくなったりとか、あと正面から見た時ドラマーだけ異常に左向いてるとかそんなことも、ありますので、バスドラを2つ置く2バス、だと、自分が正面でバスドラが外側向いてますけど、一つの場合は、バスドラが正面で自分が少しだけ左に向いている状態という感じになります。はい、次はハイハットですけれども、これスネアが置いてある状態だとハイハットの位置関係がちょっと分かりづらいことがありますので、すでにセットしてあるものだったらこれ一旦スネアをちょっと外して、まずこの両足の、位置を確認してみる、というやり方もありだと思います。でハイハットを置く場所は、まず両足を同じぐらい、右と同じぐらいに左を広げて、自然に開いた左足の位置に、ハイハットを置いてみるというところから、始めるといいと思います。でこの状態で、足の操作が違和感なくできるかなと思ったら、そこに、スネアを置いてみて、でその時にこの足の開き具合によってこのハイハットがスネアにすごくかぶってしまっていると、ちょっとスネアとハイハットを行き来するときに引っかかってしまいますので、あんまりスネアにかぶりすぎないように、足の感覚を調節していくといいと思います。でこのハイハットの位置で、足と手と、その両方の操作が問題なくできそうならば、それで OK なんですけれども、これ例えば右足に対して左足が少し手前になっている方が叩きやすいという人もいると思います。これがハイハットが少し手前でこういう状態です。でこれは、左足を軸にすることによって体を支えながら、右足と右手をメインにしてドラムセットを演奏していくような感覚から来てるものだと思いますので、その方がやりやすいなという場合は右足よりも左足を少し手前に来るような位置にハイハットをセットしてもいいと思います。ただ極端に
やりすぎると、今度はこの左足のつま先の微妙な操作がやりづらいとか、あと左手でこうハイハットを叩くときにかなりグッと弾くことになりますので、そのあたりはちょっと気をつけつつ、ハイハットを右よりもちょっとだけ下げるというセッティングもありだと思います。ただこれ意識しておきたいのは、左足を手前にすることによって左足に体重を乗せて体を支えるようなスタイルをずっと続けていくと、体が歪んで腰を痛めたりとか、あとは左足も使った演奏、フットハイハットとか、フットカウベルとか、あと左足でもバストラムが踏めるツインペダルなんかを使った演奏とかは体のバランスを中心で支えられた方がうまくいくことが多いですので、あんまり左足に頼って体重を乗せすぎるのは注意した方がいいかなと思います。はい、あとはハイハットの高さですけれども、この高さは、手をクロスして演奏するときに、ぶつからないくらいの高さ、あとハイハットはこのエッジとかこのボーと呼ばれる面のところを使い分けて叩いたりしますので、こういった動きが自然にできる高さを練習しながら見つけていくという感じです。であと2枚のシンバルの開け具合とかはこれはまた別の機会に解説したいと思います。はい、でスネアですけれども、これ高くセットして角度をきつくするという方法もありますし、低めで角度をあまりつけないという方法もありますので、これは好みとかもう自分のやりやすさで決めていけばいいと思います。ただこの左右の傾きは、マッチドグリップの場合同じ方が安定しますので、そこはぐにゃぐにゃにならないように注意してセットしていきます。でトラディショナルグリップの場合、もともとが左上がりのドラムを叩くための持ち方ですので、こう左を上げて斜めにしたセッティングにするとやりやすいんですけれども、ただこうあるべきっていうのは全然ありませんので、自分の体の動きを常に意識して自分のやりやすい高さと角度を、時間をかけて見つけていくということになります。で、特にオープンリムショット、これを使わないとするとどんな角度でも大体演奏できるんですけど、このオープンリムショットをやりだすとかなり精度の高いショットをしないとミスりますので、
こう必ずこの高さとかこの角度っていうのがだんだん決まってくると思います。ですので、スネアはオープンリムショットありきの、高さと角度を見つけていくという感じです。で次は、タムですけれども、タムの角度は、基本的にはスネアと同じ感覚で演奏できる角度がいいと思います。角度がきついスネアならタムも割とこう高くして角度をつけた感じにすることでこう腕をこう移動させるだけで、同じような手の動きのまま演奏できるというメリットがありますし、トラディショナルグリップ用にもしスネアが左上がりだとしたらタムも同じようにこう左上がりにするとやりやすくなりますので、タムの角度に関してはこのスネアの角度に寄せていくというところから始めていくといいと思います。あとタムは、こうやって正面に2つとか、3つ、タムを置く場合こう横に連続したフレーズもよく叩きますので、こう若干こうお互いがこう内側に向いてる分にはいいと思うんですけど、こうあまりこうグッと向かせすぎずにこうタム同士の横移動も意識してセットすると演奏がすごく楽になると思います。でフロアタムもスネアとの横移動も意識しながらスネアと同じぐらいの角度でセットしていくことで全体をスムーズに演奏することが楽になると思います。で最後は、クラッシュとライドのシンバルですけども、クラッシュシンバルは、スティックのこのショルダーの部分を当てますので、ここがスムーズに当たるように、基本的には少し手前に傾けてセットするといいと思います。で、ライドシンバルを設置する場所は、基本的には右手で叩きたいので、こことかあとこことかあと、このタムがない、セッティングの場合はこの辺りとか、にセットするのが、一般的です。で基本的にはこう肩がこう上がってしまわない、高さとか、角度に、セットすると、スムーズに演奏できると思います。はい、ということで、ドラムセットのセッティングの、基本的なポイントでしたけれども、座る位置でキックスネアハット、この位置をはっきりさせることで、タムとかシンバルの位置も決めやすくなってきますので、まずはその3点の演奏しやすいポジションを見つけていくといいと思います。はい、ドラムのセッティングについてでした。